アクション×パズルこんなおもろい？家なしです。プラグマタがめちゃくちゃおもろかったので感想を共有します。まずは本作の概要。本作はアクションとパズルを融合した AI が支配する近未来の月面が舞台の SF アクションアドベンチャー。完全新作 IP です。2026年4月17日発売。開発元はカプコン、バイオだ、モンハンだ、ストリートファイターだ、いろいろ有名作はありますが、私はカプコン系は弱くて、今のところクリアまでプレイしたのは逆転裁判シリーズぐらい。あらすじとしては近未来月面で発見された新鉱石ルナムから万能素材ルナフィラメントが生み出された時代、通信が途絶えた月面施設クレイドルの調査に派遣された主人公ヒュー・ウィリアムズは月神で仲間を失い瀕死となります。彼を救ったのは高度な AI を宿す少女型アンドロイドヒューがディアナと名付けた彼女と共に施設の謎を解き地球への帰還を目指すというあらすじです。システムとしては三人称視点でよくあるシューティングに加えてリアルタイムのハッキングを同時にこなしていくというもの。敵はそのままだと硬いので、敵に照準合わせてボタンを押した時に出てくるマス目状のハッキング画面を一筆書き状にたどりゴールまで到達することで敵にダメージを与えるとともに弱点部分を一定時間露出させます。そこを銃で撃っていく感じ。マス目状にはメリット効果があるマスがあって、例えば青いマスをできるだけ多く通過するとハッキングによるよだめが上がったり弱点部分の露出時間が長くなる。なので敵があと少しで倒せそうとか、やべえハッキング画面開いたけど敵あとちょっとで攻撃してきそうって時は無理に青いマスを経由しようとせずにすぐに最短でゴールを目指したり臨機応変でルートを変えることになります。同じような話で有利な効果を生む黄色いマスが何種類かあって、そこを通過すると敵の防御力が下がったり敵が混乱して同士討ちをしたりこっちの HP が回復したりします。ただし黄色いマスは回数制限があるので、自分が最大 HP の時は HP 回復マス通らないようにしたり、敵がもうちょっとで倒せそうな時に防御力ダウンマスを通らないようにしたりします。なので冒頭パズルとは言いましたが、実際は結構シンプルな一筆書き。ただ戦況に応じて一直線にゴールを目指すか迂回して効果を高めていくか考えていく感じです。フレーバーとしてはヒューが射撃、アンドロイドであるディアナがハッキングを担っていて二人三脚で対応していく形。対応ハードは PS5、Xbox、Switch 2、Steam。価格は7990円。私は Steam 版難易度ノーマルで通常エンドまでクリア。プレイ時間9時間、メタスコアは85点です。概要は以上。で、何が面白かったのかっていうと、シューティング×パズル。これもうとにかくこれが超おもろかった。最初この字面だけ聞いた時ちょっと懐疑的だったんですよ。結局シューティングパズルシューティングパズルって交互にやるだけなんちゃうのって。それってシューティングとパズルを別々にやること以上になんか相乗効果あるの？水と油じゃねって。完璧にハーモニー生まれてます。まず射撃とハッキングを交互にやることになるっていうのはやや誤解で、っていうのも射撃は照準を合わせるのが LT ボタン、実際に弾を撃つのが RT ボタン、ハッキング画面の表示が LB ボタンで、ハッキングの移動は ABXY ボタン、そして主人公自身の移動はスティック。何が言いたいのかっていうと、ボタン操作が競合しないのでその気になれば同時に操作ができます。だから例えば射撃ボタン長押ししてる間ビームが出続ける武器を使って攻撃しつつ、その間 ABXY ボタン使ってハッキングも進めていくなんていうゲートができてしまって、うまく同時に動かせた時はめちゃくちゃ気持ちいい。しかも射撃ってボタン押しっぱで弾出続けるんでダダダダダダダって連続的に撃つ気持ちよさがあって、で一方でハッキングはボタンをカチ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 って押して移動するので、マスを離散的に動かしてでピコーンってゴールまで持っていく時の気持ちよさがある。このダダダダダっていう気持ちよさとカチカチカチっていう気持ちよさが別物なんですよね。甘いおやつ食った後にしょっぱいおやつ食って無限ループ入るの気持ちいいじゃないですか。あれと同じです。多分この気持ちよさはエフェクトと効果音のレベルが高いっていうのも一因な気がする。で射撃プラスハッキングが同時にできる。でしかもそれぞれが異質であるがゆえにか、おっさんのヒューと幼女のディアナが共闘してる感も強かったです。ハッキング画面が占有されるので視界が結構奪われがちなんですけど、その分ディアナが敵の攻撃に対してミサイルが飛んでくるよとか危ない避けてとかかなり的確に声かけしてくれるんですよね。でそれを受けて一旦ハッキング中断して回避に専念するとか、これもまた共闘感があってよかったです。ディアナめちゃくちゃ親切で、一回こっちが全滅すると再戦するまでの道中でまとめてハッキングできればいいのにねとか、部下に気づきを促す上司みたいな感じで嫌味にならない感じでヒント言ってくれるんですよね。あとチャージしてから使った方がいい武器をチャージせずに使ってるとチャージしてから使った方がいいみたいだよとかいう分岐もあったし、プレイヤーの理解度に応じてかなり細かく作られてるように感じました。最後は脱線しましたけど、味が違う射撃とハッキングを同時に摂取できるからうまくいった時の脳汁すげえってこと。ただ同時に動かして気持ちいいって話はゲームの操作に慣れてきた後の話で、最初のうちはやっぱ他のゲームでもあんまりやらない操作だからか当然ハッキングと射撃ってのが交互になりがちなんですけど、交互だとしても全然面白い。なんていうのかな、戦闘で自然とリズムを作れるっていうか、例えば遠巻きから様子を見てまずハッキングして、で弱点部分露出突っ込めーダダダダダダダ武器チェンジダダダダダダ頭切れだ一旦引いて、その間は何回かハッキングしてお茶を濁して、で HP 回復マス通過して回復して、よし弾のリロード完了、もう一回ハッキング弱点露出突っ込めダダダダダダダみたいなリズム。私みたいなシューティング弱者って一旦敵に近づくとあー
って反響欄になって手持ちの弾全部打ち尽くしちゃうんですけど、弱点部分の露出が終わったとか弾が切れたとか、あとどうせハッキングでもダメージ与えられるしとか、いろいろ理由つけて自然と打ち方やめして一歩引けるんですよね。言い忘れたんですけど、このゲーム弾の上限がそんなに多くなくて、しかもリロードに5秒以上時間がかかるので、その間が絶好のハッキングタイムになるように設計されています。基本的にハッキングはいつでもできるので、徐々に射撃の方に慣れてくると、じゃあ弾のリロード中にハッキングしようかなとかで、さらにはチャージが必要な銃のチャージ中にハッキングしようかなとか、自分の習熟度に応じて少しずつ射撃とハッキングをオーバーラップさせることができるようになるのも、このシステムの巧みな点の一つかなと思います。あと本作ってハッキングで弱点部分を露出させますけど、本来弱点部分の露出って相手の攻撃トリガーであることが多いじゃないですか。例えばビームを撃つ直前の相手の口を狙うとか、突進してきた後の背中を狙うとか、本作でも一部ボスはそういう感じなんですけど、多くの敵はハッキングトリガーで弱点を出せるので、ハッキングパートの存在によってシューティングパートのテンポが悪くなるどころか、むしろさらに良くなってる印象でした。加えて少数ですけど、ハッキングできるのは敵本体だけじゃなくて、例えば敵が撃ってきたミサイルをハッキングしてミサイルを相手に撃ち返すとか、ステージにあるレーザー発生装置をちょうどいいタイミングでハッキングして敵をまとめて殲滅させるとか、これみたいなのも手堅くやらせてくれて気持ちいい。一つ点の話ですけど、すごい感心したことがあって、基本的に敵が大型であればあるほどハッキングの難易度が上がってくんですけど、そのハッキングの難易度の上げ方って皆さんどんなのを想像しますか？多分マス目が入りくねった迷路になるのを想像するんじゃないかなと。実際は違くて、敵が大型になればなるほどただただマス目がだだっ広くなるんですよね。ただこれが見た目以上に厄介で、だだっ広い分単純に ABXY ボタンを押す回数も増えてくるので、思った以上にハッキングに意識が持ってかれて射撃とか回避がおろそかになるんですよ。単なる一筆書きパズルだけだったら別に狭かろうが広かろうが意味ないですけど、シューティングと組み合わせることによってこの狭い広いに意味が生まれてる。確かにこれで迷路やらされたらだいぶうざかったんで、迷路じゃなくてマス目を広くすることで大型の敵へのハッキングの手間を表現するっていうのはうめえって思いました。ちなみに銃の方もよくあるショットガンとかガトリングガンとか動きを止めるテーザー銃的なやつの他に、例えばその銃で射撃すると相手のハッキング用のマスが一時的に狭くなるとか、プラスの効果をもたらすマスが増えたりするとか、ハッキングに絡む効果の銃とかもあって、そこも本作のシステムならではの感じでした。ここまで聞くとシューティング一本やりのゲームよりちまちましてるように思っちゃうかもしんないんですけど、分かりやすくドーパミンが出る要素も普通に備わってるんですよ。残り HP が少なくなったら一定確率で一撃死できる必殺技が出せるとか、ディアナの必殺技で広範囲に大ダメージ与えて十数秒間スタンさせるとか、単純に弱点露出箇所に至近距離から強い銃撃ってバーンって数千ダメージ出すとか、あとはリロードができる銃って1種類しかなくて、それ以外の銃って全部弾が切れると消滅しちゃうから、次のセーブポイント近そうだし、強い銃も全部ここでぶっ破しちゃうか、いやでもまだリロード可能な普通の銃プラスハッキング主体で行くべきかとかいうよくある資源管理の概念もあります。そういうシューティングの基本は当たり前に備わった上で、今言ったようなパズルという異分子によって謎のリズム感とテンポの良さが生まれてるのが斬新でした。バイオとかさ、競技もシューティング部分はレガシーっつうか、もう実際触ったらこういうプレイ体験なんやろなっていう見通しが立っちゃうじゃん。だから配信者のプレイだけ見てストーリーとか演出だけ追って終えちゃうっていうのもまあまあって感じなんですけど、このプラグマタのシューティング×ハッキングっていうのはぜひ自分の手でプレイしてみてほしいですね。新感覚ゆえに自分がデバイスを持ってゲームをするっていうことに意義を見出したので、そこもめちゃくちゃ推しポイントです。以上、良かった点はこの1点だけって言っちゃうと他の要素が平凡だったように聞こえるかもですけど、全然そんなことはなくて、他の要素も全て高水準でした。ストーリーも王道で綺麗にまとまってます。おっさんと幼女の組み合わせ、展開次第では泣くだろうなと思ってたんですが、案の定最後は泣きました。ステージも基本的に月面基地上で完結するので、同じような景色になりがちなところをルナフィラメントという何でも物質にかこつけて、都市風のステージとか植物風のステージとか緩急つける努力が滲みますし、だれそうな後半あたりで重力が減って空中浮遊時間が増える気持ちいいギミックがあったのも分かってるって感じ。グラフィックは見たまんまですけど、特にディアナの動きと演技がすげえ凝ってて、乗り物で移動する直前とか子供こういう動きするよなっていうのが随所に、声優さんもあまり演技になりすぎず自然な子供に寄せるようディレクションがあったみたいで納得です。 BGM も月面舞台の静筆さもありつつ、未知の敵と接触する緊張感もありつつ、ただバイオほどおどろおどろしくはしない絶妙な塩梅。あとなんかあったかな。まあいいや、もう要するにシューティング×パズルイコール神、その他全てが高水準、結果神ゲー、そういうことです。続いて合わなかった点、ないです。強いてあげればこのゲーム難易度ノーマルでも私一桁後半ぐらい死んだんですが、死んだ時にその場でリスタートさせてもらえずセーブエリアまで戻される点、その仕様は難易度の兼ね合いから譲るにしても、セーフエリアにワープしてから HP が全回復するんじゃなくて、セーフエリアにワープできる通路が開放されたらその瞬間 HP が全回復してほしかったかな。いちいちセーフエリアに戻らなきゃいけなくて、でそこに移動してから再出発するまでが若干テンポ悪かったので、ほんとそれぐらいです。あとこのゲーム私が9時間でクリアしたようにボリューム不足が批判されることが
が多いんですが、私としては批判されるようなボリュームではないと思いました。でもこれは別に正解がある話じゃないです。私はそもそも飽き性なんで短めのゲームが好きっていうのもあるし、それとは別にそもそもコンシューマーゲームって安すぎるって思ってる派なので、だってゴルフやら飲み会やらって何時間でいくらかかるよ。それと比べれば映画館の2時間2000円とかクソ安だと思っていて、そんな私がプラグマタの9時間8000円をどう捉えてるかなんて言うまでもないって感じ。それに本作トレーニングモードなどでさらなる強化ができたり、クリア後に解放される新たなチャレンジステージにクリアすることで新エンドにつながるアイテムが手に入ったりと、もう少しプレイできる要素があります。ストーリーに請求感はなかったし、なんならこのプロットならこれ以上伸ばすと冗長感あったような気がしますし、ストーリーはこれで畳みつつ、バトル部分もうちょっと食べたいんだったらチャレンジモードやってねっていうのはなんなら私的なバランスのように感じました。以上です。いやマジで面白かった。2ヶ月前に発売された、しかもすでに終作と評価されてるやつを面白いという趣旨で動画出すことに何の意味があるんだと思ってプレイ当初は動画化する気なかったんですけど、うるせえ押させろの一心で動画化しました。加点主義の私としては100点満点の2026年ベストゲームです。シューティングが好き、シューティングとパズルの組み合わせに興味あり、おっさんと幼女の組み合わせが好き、完全新作 IP って点に興味があり、1個でも前向きに引っかかるやつがあれば絶対やれ。皆さんの感想もぜひお聞かせください。今後も皆さんが面白ゲームと出会えるよう話題の新作全部プレイして感想を共有しますので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒お告げなし。